ラーメン忘年会お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ホルモンでも何でもいける。はいけるな。レバーとかきついっす。レバー以外はいける。だいぶこんなんいけんや。いやいけるっす。マジでちょっと笑ってんや。いやいけるっす。1000枚はいけるっす。皮系とかちょっとまだ。鶏皮とか無理っす。でも、まあ、大学生ぐらいからちょっといいとことか行ったりするじゃないですか。いけるなみたいな。美味しいところ行ったらちょっと食えるように。そうっす。ブニョブニョが嫌なの。むにゃむにゃ嫌やったんですけど、でももつ鍋のもつとか絶対無理と思ってたけど、全然食えるっすね今。パリパリはパリパリはいけるっす。なんか皮のチップスとか。全然いけるっす。美味しい美味しい。カリッとなったらいいね。いいね。いける。でももうもつ鍋のもついけてるんで、もう大概いけるっす。今絶対あかんの。なんやろな。でもいまだにいいわってなんのやっぱバナナと牛乳ですね。なんだあかん。あ、そう言ってたな。お腹壊すの。なんでバいやナナ嫌なの？壊すとかないです。何が嫌なの？普通にあの味。ネチョネチョが。チョコバナナやったらいい。あ、確かに。ああどうバなんですかね。ナナジュースは？バナナジュース。好きじゃない。なんかバナナジュース赤い。バナナと牛乳。一番赤い。一番ミックスや。それしかなかったら、ミルクはそのコーヒー牛乳とか混ざってたらいけるんですけど、あ、いいよ。トマトは単体が無理です。トマトいけるよ。トマト嫌なの最近。大概いけるようになったっすね。ミルク、カフェオレとかは大丈夫なの？僕は大好きっいすた。だきます。単体がめっちゃ嫌いじゃない。ミルクは食べへん。いや食べます。いやいや、無理いや、いい。いや食べるっす。俺が作ったんだ。食べれる。全然食べれる。いただきます。どうぞ。無理やろ。うまそう。うわ、これが激アツ。こりゃたまらん。うまそう。やばい。いや、これだから。これ2斤目。これやばないですか。食べよ、お肉。いる？いけるか。ああ、もう器やろ。やばいなそれ。これやりたい。これまた。してるけど。これ食べれる？なんか思い出すな。おい。花は食える。食べれる？うわ美味しい。花乗ってるけどこれいける？いける。いけるか。じゃあ混ぜるんかな。うん。何が間に入ってるか覚えてる？卵黄。何の？金粉入ってる。誰かの卵どこや。黄。これ絶対うまいやん。で食べるやん。好きな好きっす。うまい。うまっ。食べます？めっちゃうまいやん。うまっ。あ、すいません。ありがとうございます。ユッケうまっ。あざす。これも間に卵入ってるし。むずすぎる。もうかけご飯。むずすぎる。日本って別にそれ。いらん？ユッケの時やれよ。やったよ。やった。思ってるカメラしたやつ。ユッケの時やれよって言われたんですけど、やってんの気づいてへんかったの。夢中になってた。やばい。厚切りタン焼くわ。こいつら毎回 YouTube で食ってるやんってなりません？食べる系こいつら YouTube。ひたすら食べてるやんって思われる。この焼肉のこの音がいいっすよね。わかる。わかる？わかる。チームで焼肉とか結構行ってくの。行きますよ。チーム大体食べ放題行きますけど。チームで誰が一番？おにき。スーパーエース。キャパが。スーパーエースおにき。めっちゃ食べる。あいつやばい、もう気持ちいいっす。見てて気持ちいいっす。ラン類どっちの方が好いや自分じゃないですか。ランっすね。き？ランの方が好き？あそう昔から？でも波以上は食べると思うんですけど、うち高橋家で言ったら多分一番食べへんかもな、俺が。ルイがそんなに？本当に一番食う。えぐい。音がすごい。めっちゃ食べある。音えぐい。めっちゃ食う。めっちゃ食べなかったよな。めっちゃ食べる。食べあるよ。休みのなんか前の日とかなんかもうえぐいほど食べますよ。サラダいります？食べて飲んで。そんなあ、でもお構いなく。あ、ごめんなさい。はい、ルイいる？あ、いります。これどれぐらいなの？自分の好みで。何もつけずにやろ。うん。何もつけなくて。でも肉久々やわ。これ前も言ってたけど、いつも肉久々やって言ってるけど、この間前も言ってましたね。うん。毎週結局ホテルに出てるとかね。この感じね。嘘やん。違うこの感じ。焼肉がな。編集してこういう出てるまでほとんど嘘ついてる。嘘ついてへんでしょ。あ、一応ドレッシングもある。これ何も変わってないの？素材そのままの。これマジでやん。もうちょい焼きたい。分からへん。どれぐらいか分からへん。極厚すぎ。これだって柔らかいわ。や柔ば。らかい。牛さんのベロ。やばい。これ自分タンも食べれなかったんですけど、もともといつから食べれるよ。大学ぐらいかな。それなんで食えへんの？
タンってどこの部位なんって聞いてベロやでって聞いてあってなったっす。ああそういうことで食べてみたら美味しいよ。そう食べず嫌いやったそうなんですよ。ほんまにもったいないことしてる。いただきます。やっばこれうまっ。サンキュー。いただきます。うまっ。うわ、これやばいな。すごいな、めっちゃ柔らかいな。柔らかすぎ。口の中が幸せ。うわ、明日から頑張れる。頑張ってよ。でももう2024終わりですか。なんか1年あっという間すぎて、なんかオリンピックとかあったけどなんかもう一瞬ですね。で24年の1月はモンツァ。そうや。そうやなモンタで、いやなんかもうそう怪我した月っす。そうか。そう年始早々23日ぐらいにコパイタリアン開けてすぐコパイタリアン。そうじゃあコッパイタリアは捻挫してるんで、そうやルーベとコッパイタリア、3日にルーベとコッパイタリアあって、コッパイタリアの準決勝が確か1月の末なんですよ。2月の頭か。それには自分行けてないんで捻挫した。年始早々捻挫からスタートやった。早ないですか1年。早い。これ年々早いんですかね社会人になったら。年々早くなっていうやばいわ。もうびっくりするぐらい早くびっくりするぐらい早いです。ありがとうございます。おっさんになる。っていうもう今3年目ですけど、高校の3年間と大学の4年間って大学の4年間の方が早いなって感じたし、社会人になってから余計20歳超えてからってもう余計えぐいなって。25になるっすからね。早いな 25? 14日で1月で誕生日か。まだ24。でもなんかちょっと早生まれってちょっとなんかお得感ある気がするまだなってへんしみたいな。ケーキがねうまいんですよ。で自分たち2段のケーキにするんで、まあ人数が多いから一番上の段を主役が食べるんですよ。一番上の段を小学校のところとかそこに絵を描いてもらったりとかして、好きなワンピースの絵とか。なかったっすかその。ないよ。まず2段が初めてやし。そもそも時代的になかったからね、絵を描きとかいやもう僕らのそのネームプレートにおめでとう。砂糖の塊みたいな人形な。ああサンタさんとかあるっすね。はい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 。もうそれがもう上の時めっちゃ嬉しいじゃないですか。おめでとうって書いてあるプレートとかあるじゃないですか、チョコの。もうそれをの取り合い。大体主役がいいよ食べてみたいな。だって主役はさ多いんで自分の量が多いからチョコもいっぱい乗ってるし、別にプレートいいよみたいな。でそれでもう喧嘩。これもう一瞬じゃないですか。そうだもういけんな。鍋奉行。その言葉自体が分かんない。鍋奉行。その言葉自体が分かんない。おじさんこうなんかやりたい人とさやりたくない派で分かれるよね。そう鍋も触らんといてこっちお酒みたいな。あこれを先に入れたいからとかって肉はもう触らずにずっと置いとくとか。こだわりある。これは全然自分はこだわりないですけど、先輩とかって言って全然やりますみたいな感じだけど、もうやりたいとかってなんか言ってくれはったら別に全然じゃあお願いしますみたいな。相手に合わせます。こだわりはない。ナイス。大体食べ放題やからもう来たら焼肉ポン酢うまいっすよね。結構普通にタレよりポン酢派なんですよ。あっさり食えるんで、特に薄いやつは。これなんて呼ぶの？これ何？靴下？ちゃうや暮らしたろ。似てるけど。暮らした？調べてみて。暮らしたや暮らした。どこの肉？背中。肩ロースの関西の呼び方やって。関西弁やこれ。呼び方が関西弁なんやって。もう2024年の振り返り終わってしまう。何喋ってましたっけ？捻挫から始まった。連座から始まる。オリンピックあって3年ぶりの日本で過ごしますからね。そうやね。お正月を3年ぶりやからね。楽しみなんですよ。確かに。でもほんまに寒いですよ、やっぱ日本。イタリアでこんな寒いと思ったことないです。寒いけどうわサップってならないです。これさ一応振り返りのネタ帳としてインド行ってるやん。インドで本場のカレー食ってるやん。カレー食いましたよ。上回数25,000回。ありがとうございます。ワーストじゃ。そっちピックアップするのやめて。確かにワーストやな。ワーストや。もっとおもろいことしてて、もっとなんかバズりそうなんかこんなんやってきたかったやん。踊りを。そんなだってさ旅行なんか夏ダンスしてきたかったやん。夏。1年間で19本出したってことですか動画を。そう今年ね。意外と忙しいんだけど頑張ってる。いやもうありがとうございます本当に。これ面白かったみたいなのあります？僕がスタッフ目線で。なぞなぞもめっちゃおもろかった。俺もだからなぞなぞその場にいてもおもろかったけど、もう一回見てもおもろかった。
2人が揃うとおもろいな、掛け合いが。テンまあそうっすねポ感とかね。僕らはさ、日常的に一緒にいるし日常やけどさ、コメントとかで見てて思うのが関西弁なんで新鮮味を感じてはんだ、ああなるほどね。あんま見せへんかも。だってそんなメディアで出てる時に関西弁で喋らへん喋れてないやん。確かに喋らへん。英語の時まずそもそもそんな出えへんし、確かにね。普通になインタビュー受けてる時にコテコテの関西弁が出るのもおかしいやん。出さへんからな。ってい確かにそう考うのえたら。でやっぱり普段あんなこうみんなキレキレのプレーしてる人が今喋ってたらめちゃめちゃ関西弁っていうところにうわってならはるっていうのはなるほどなって。確かにギャップを感じるっすよねそう。こう自分が日本にいるからこその。いやほんまにそうやね。こんなおもろい2人なんやって初めて知らはった人が最近結構多い。おもろいっすか。やっぱりいやおもろいよ。だから俺がおもろいんですよ。そうきたかそうきたか。俺がまた意味かもいや俺がおもろくしてやってんですよ。俺よ。うん。まあまああながち間違ってない。謎々は2人とも立ってたけど対決系あだってかんあれフっすわもう。ァイナルセットまで行きましたもんね。負けるしかもう激アツっすもんね。一発目からめちゃめちゃ長尺やったもんね。弱すぎた。弱すぎ筋トレしすぎて筋トレしすぎて聞いてるでしょ見た人こんな分からへんのじゃあもうトレーニングしすぎてさ、俺らそっち系の頭ないんや。どういうことじゃあもう頭使うじゃあもうバレエしかしてないからそっち系の柔軟さないねん。まあ2025年も言い訳していこう。言い訳していこう。時には言い訳硬い頭硬いやる限りいこう。トータル的にはもう30本ぐらい出てるんですか動画。トータルあんまり撮れてないなとかと思ったりする時もありましたけどね。忙しくて大変な中だった十分撮ってくれてるんだね。いえいえイタリアで焼肉とか行ったん。いや焼肉に行くってまずないな。韓国料理韓国料理はそうパドバの時によく行ってた。ミラノにも焼肉屋があるんですよ日本の。でも自分は行ってないな。誘われたけど行ってなかったな。大体肉は食うんでね店でパスタ食って肉食ってっていう流れやから、まあ、でも焼肉っていうまずないからね。バーベキューはあるけど外国人は焼肉と寿司って言いますもんね。日本来たら焼肉寿司ラーメン寿司美味しいし寿司屋はいっぱいあるんで向こイタリア行くタイミングないもんな。行けないですね。行きたいですけどね。自分アジア圏しか行ったことないです。タイとインドとバーレンバーレーンか。ヨーロッパをまだ行ったことないんで。じゃあ2024年にインドとタイ。インドとタイでもインドは厳密に言ったら年末っす。年末か。タイ行きましたね。タイ今年2回行きましたから、ね、タイは俺より行ってんじゃん。タイ4回行ってますトータル海外の人のそのバレエの時の盛り上がり方ってやっぱ全然日本と違うなと思いますね。2024年行った国でどこが行った国どこが良かったか。めっちゃ行ってんじゃんそれこそ。2024やろ。でも4はそんな行ってない。イタリア、フィリピン、ポーランドでフランスかタイ。ポーランドは好きかな。ポーランドはすごい好き。気候が好きですね。夏でもあんま暑くない。カラッとしてて涼しい。風吹くんでだから外行きたいってなるっすもん。日本の夏って暑すぎて外ちょっと行くの拒むじゃないですか。そうバテるから。でもポーランドの夏はもう散歩行きたいってなるぐらい気持ちよかったです。風吹くし。ポーランドから直接フランスに入ったの。そうです。パリの前にもポーランド。今までやったらどこが良かったの。ギリシャとかギリシャはすごかった。ブルガリブルガリアとか行った。ブルガリアも行ったしルブレナ。ルブレナルブレナはどこや。そんな首都とかわかんないじゃあルブレナはあれやスロベニアや。多分俺がイタリア行った時にポルトガルかとか帰ってたのかな。ポルトガルが行ってましたよ。ちょうど帰ってこるへんかああそうかも。帰ってこれなくなったんですよ。ポルトガルからそうミラノの飛行機ミラノでストライキ空港がストライキっつってそんなんありましたっけ。で自分たち1日遅れで帰っやっぱ治安は日本がいいんですかね。た。いいよ。2024年弟が帰ってくると聞いてどうでしたか。プレッシャーでした。そうなの。どんなプレッシャー。まずバレエで言ったら絶対ユニフォーム着なみたいな思ったですね。より頑張らなみたいな、より取材も増えたりとか間違いなく今年増えてるんで一緒にコートに立ってっていうのが一番。これとあとは久々に喋るなーっていう感じですね。まとも3年間ぐらいまともに喋る機会がなくないっすね。だからなんか帰ってきてもなんか取材受けてたりとかバタバタでなんかそのゆっくり、会うタイミングもないから、はい、2人で話すとかなかったんで。実際帰ってきてプレッシャーはより感じた。いや意外と自分もまあピン差でいい感じにいけてたんで割と。でこの間の堺ブレイザーズ戦がやっぱり一番ね最後いい形でなんか兄弟でみたいな感じでできたんでいい思い出にもなったし。暗いな暗いな反省してるだけのテンションやけど
あかんっすね。分かんかった話。じゃああかんわ。ちょっと今一旦腹落ち着いてきたからさ。あかんわ。これだと一緒やあかんわ。食ったらあかん。いっぱいなんか眠なる子供や眠なるいうかなんかテンション止まるっすね。気持ちよくなるよな。止まってまだ全然食えますけど。下がり。下がりとなんて言いましたっけ？下がってんねん。そういうことなの？お前そういう意味なの？だってお前が下がりがいいとか言ってた。うん、下がりがいい。知ってんのかなと思って。知ってる知ってるほんま？下がりって聞いたことあったんで下がりって言います。そういうこと？俺何か分からんかってどういうことかって聞こうと思ったら下がりがいいって言ってたから、あ、じゃあ下がりでいいやと。タレと塩みたいな感じ。いやそれは絶対ちゃう。部位の問題やと思う。あ、部位か切り方の問題。部位の問題じゃん。切り方ではない。調べて下がり二人で外食はした。してるよな。してるっけ？よくほぼずっと一緒にいますからね。家で来る時もあるし。作らへんだよ。作るっす。だし巻き。作ってるっす。朝なんか目玉焼きとウインナー焼いてくれるだけです。作ってるっす。焼いてくれとかやれって言われるんでやります。料理は自分が好きなんでね。俺イタリア行った時に作ってくれたからね。作りましたっけ？何作りましたっけ？優しいな。パスタ魚焼いて、そうあ、そうや、ホイル焼きしないんです。魚焼いてくれんの。最終日ぐらいに外食べに行くんかなと思ってて、まあそのつもりにしてて、ああ、はい。じゃあもうご飯炊いてるんで、あ、ホイル焼きや、ホイル焼きや。まさかの魚をごちそうになって、イタリアで。そうまだカルボナーラ作ってもらってないです。いやでも日本でね、買いに行くどこで買いんやろうなと思って。クランチャーナっていう肉、ベーコンって言ったら怒られるんですけど、ベーコンがあるんですよ。ベーコンじゃない。なんていうの？ベーコンじゃあなんていうの？クランチャーナっていうの。クランそれでないクランチャークラナンチャーナ。売ってないの？いや、分からへん。日本であんま見えひんな。コストコとか行ったんじゃん。コストコとか多分そういうちょっと高級なところ行ったりあるんかな。それ使わな話にならんの？それが一番カルボナーラのもう味になるんですよ。もうそのクランチャーナっていう肉の塊に味付けがされてるんですよね。でそこの油と味付けからもうカルボナーラの味ができるんですよ。だからもうそれ以外調味料入れるのはチーズとブラックペッパーのみなんで、卵黄を入れるだけなんで、それだけであとはそのクランチャーナっていうベーコンだけで完成するんですよ。でイタリアはやっぱ結構食べたくなる。食べたくなるっす。帰ってきたら、うんイタリアどこも美味しいもんな。うまいんですよ。バクバク食べてるのが一番いいんですよ。そう可愛いってちゃんと。逆にさ、何が可愛いって思う？その二人。可愛いって思うとマネージャー的に2人見て可愛いなって思う。可愛いって思うところ。2024ギャップ的な。マネージャーが選ぶこういう2人の何類の可愛いと思った瞬間。意外とやっぱまだ天然やなみたいなどっちが？ランクか。ランク天然ですかね。でこう2人で連絡取るようになる、頻繁に取るようになって、兄貴やしすごいしっかりしてて連絡がこうまめに来てくるけど、もうラン君からはほぼこうへんから基本的にはこうへんから、まあ、それはおかんも言ってはるのと一緒で、だからたまにイタリアの時とかもそうやったけど電話が来るとドキッてする。ああ、それあんまりそれおかんにも言われるんですよ。緊急やみたいな。ランから連絡が来たけどそれわかるかも。それ言われるな。確かにランから電話ってあんまりないっすもん。もう自分誰に対してもなんですよ。連絡をいるな。そう友達とかでもほんまにそうで、自分からってマジしないんですよ。ほんまにしなくてこう仕事としての連絡とかをして、まあ、こうやって会った時にこういろんな話はするんですけど、 LINE でいろんな話をするっていうのが、そう正直別になんかあんま好きじゃないんですよ。そうなんか打つのもめんどくさいし時間も取られるしみたいな感じになっちゃうんで、家族グループとかも自分はもう既読つけて終わりみたいな感じです。あでもいい機能やんな、既読で。既読つくんねん。届いたってことは分かるから。認識してるぞ。そうなんです。でもうちょっとなんか喋ってくれていいんちゃうんとか言われるんで、おかんとかからも。いやイタリアいたらそう思ってました。別にこっち今一緒にいたら別にそんな連絡なんてあれやけど、みんな離れてんやから別になんかね、チームメイトとご飯行きましたぐらいなんかそういうただの報告でもええやないですか。あそういうのあんまないんですよ。だからもうおとんがなんかヤフーニュース送ってくるぐらいしかないですよ。LINE 高橋家のグループ。お父さんの通知が来るようになってるからニュースがでなんかすぐ送られてきます。自分とか乗ったら乗ってんで。乗ってんでっていうのを LINE のグループに貼り付けはるんですよ。自分がイタリアいる時はまだ自分夜中やったりするじゃないですか。日本は8時とかでも自分はまだ2時とか、それに対していつもおかんがキレてました。寝てたらどうすんの。おとんがもう YouTube で俺の話せんとってなってこの間言ってた。会社の人に言われんねん。いじられるっつって確かに。って言って喜んだ。会社の人に言われるよ。もうやめて。そう喜んでる。いいとこ言ってあげて。いいとこ
いいとこっすか。あと30分ぐらい時間もらっていいですか？ええけどいや、ひたすら運転はしてくれるマジで。どこ行っても運転もいつでも。なんやろ、そういうなんかまあ結局家族にいじられるっていうそのバランス、愛されてるよな。まあそれは一番誰よりも愛情あるなっていう感じかな。でもあんま言い過ぎたら調子乗るんで。ランク1回行ったのを大体覚えてるよね。ああ、覚えてるかも。それはめっちゃ覚えてるかも。記憶力。記憶力が高いかも。それはすごいな。俺結構香港中違いますよとかっていうのよく忘年会して言いたかった。全然。ええいや、言いたいことはマジもうなんいやもうていうんですか。マジで感謝してますよ。もそんなもういやもういやいや英語で食べるガチでガチで。だっせってて、かくやったらね、マネージャー YouTube ディレクターとマネージャーって立場やけど、それはマジで感謝してて、だって一番最初がそのランが春高優勝してからお世話になってるじゃないですか。4、5年だっ4、5て年やな。その時に自分らもそうですけど、川本さんたちも今こんな感じになるって思ってないじゃないですか。それは間違いない。思ってないし、誰も思ってないその速度が誰も速すぎてちょっとそう誰も思ってないのに、自分らもこんな感じも知らん道に進んでるというか、 YouTube も一つそうですけど、そんな中で川本さんとか高橋さんとかも手探りな中、自分たちのためにやっていただいてるんで、僕ら全然やって楽しんでやる。ね、僕らこそいい。いやもうそれはもう本望やな。うん、嬉しい。楽しい。やっぱりこう一番はどんどん帰ってくるたびに記者さんが増えてたりとか、メディアの方たちがやっぱ増えてるのはそれはすごい嬉しいよね。間違いないですね。もう基本どこでもバレるっていうか、もうそれはほんまにまたここで変わっこの1年でも変わったなと思うんですよね。あ、そうやね。やっぱり全然大会やって帰ってきたりとか、だって海外行ってでも声かけられてるんですよ。イタリアでもあったんでね、全然。だから今なんかもうどこ行っても基本的にやっぱりバレーボールを知らなくても自分を知ってる人が増えてるから、それがすごいなと思うんです。それはほんまになんか自分もそうなっていきたいポイントではあったから、だからすごいなんていうか順調というか、そうやって慣れてきてんやなっていうのはめっちゃ感じるっすね。この速度で行くとは思っていや思ってない全然思ってなかった思ってなかったです。思ってないし、ランが知名度上がれば自分もやっぱりラン君のお兄ちゃんって言われることはもう今もすごい多いし、高橋塁としての認知度もすごい上がってきてるんで。今年やっぱりすごい上がってきてるよ。そうですね、ありがたいことに。でも念願のユニバ行けましたからね。帰ってきたら行こない言ってたんで、これって遊べたユニバで。いや遊んだっす。遊びました。だから自分も速攻入ってかぶりもんかぶったん買ったんですよ。でクッパのかぶりもんかぶってサングラスしてやってて、みんなでとりあえずかぶろうって言って、まあでもそれでももう分かる人は分かるんで、分かで声かけられてもするんですけど、僕はもうちょっとサングラス外したらほんまに数秒っすよ。2分とか2分3分外しただけでもうみたいになるんで、うわすげえなと思って。すごいね。なんかもうかぶりのもんなんか外してたらもう秒なんで、じゃあもう並んでる間とかはバレたりもう並んでる間がもうあれですね、もう完全にもうこの辺までかぶっとかんと。小中学生からのファンレターもめちゃめちゃここは全然違う。いやもうめっちゃ可愛い。嬉しいですね、それが。嬉しい。まあ嬉しいですもん。高橋ランやんって言われるのが嬉しいですもん。ラン選手やとかじゃなくてランやんって言われるのがもうそう言われてんやと思って家で、高橋ランやんって言われるから、それが嬉しいですもん。2025年年男になるんでね。上等版そうや。ヘビ年あ、役年終わった。役年やったんや。翻訳まだ終わってへんで気をつけや。前役翻訳後役ですか。24の年に翻訳男は。じゃああんまり良くなかった再来年か。捻挫したぐらいですかね。じゃあちゃんと翻訳や。なんかじゃあ行かなあかんやなんかその役払い前役なんで。以外のさ、役払い、言ってないです。お払いみたいな。そういうのはあんまわかんないです。はい。まあ身長集めてるのに身長は集めてるです。最近どっか行った？ご身長。前あそこ行きました。奈良のどこやったっけ。ジェイテクトアリーナ。ジェイテクトアリーナの横にあったある五醍醐天皇のとこかな。朝日食べに行こうって家族で行って、朝日のために奈良まで行ったんですよ。そのついでに御朱印もらったんですよ。500円やって、自分も初めてなんですよ、御朱印見たの、その書かれんの。うんでなんか他の類の溜まってるやつとか見たらなんかめっちゃ絵描いてあったりとか、すげえと思って、これで500円とかこんなんやってくれんやと思って、でそしたらそこのなんか500円で払って、もうなんかなんとか寺って書いて反抗して終わりやったんで、ハンコだけでした。マジか。それってお寺って違う。全然違う。違うんですよ。そうなんや。全然違う。肩っていいですか？はい。
御朱印ね、やっぱ一周回って京都が多分一番いいと思うんですけど、多いからもともとの種類が大きい。例えばポンポン出てくるようなもう有名なとことかは人が多いんで、一つ一つに凝って時間かけてっていうよりかはやっぱりハンコとかでポン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 数をなんかこなしていくんかなみたいな雰囲気あるんですけど、やっぱり全然ちっちゃいところとかは御朱印にすっごい力入れてはるとこは入れてはるから、めっちゃ丁寧な細かいのがあったりとか、直でその御朱印帳にも直で書いてくれるのと、なんか貼るやつもあるんですよ。だから置いてるのしかない、紙でしかないんですよみたいなとこもあるんですけど、自分のに直接書いてもらうのがやっぱ味出るんで、やっぱり一番好きなの昭安院、昭和同京都。そう嵐山の方、竹林のもっと奥にあるんですけど、全然それの御朱印やるまでは全然知らんかったですけど、めっちゃこじんまりしてるとこですけど、なんかそこも月に1回とか2回しかやらないです書くのを。でも整理券配ってやるから自分もまだそう1回しか行けてないから、たまたまだいたい土曜か日曜とかなんで、土日とかほぼシーズンオフじゃないと無理じゃないですか。なんかシーズンオフの時にたまたま行ける時あって行ったんですけど、めっちゃ良かったです。これはそこでそう整理券配ってやってるっていうのを知ってて、あ、もう調べたっす。めっちゃ集めてるもんな。めっちゃ集めてる。いろんなとこ行くんで試合で、移動して空き時間あったら行きたいなとかって思ってるんですけど、入りが京都なんで数とかやっぱすごいなって思いますね。やっぱ地方行ってもそんなにあってもそんなに紙で置いてますみたいな感じだったりとかするから、紙のあんまり集めてないんで、やっぱ直接書いてほしいんで、やっぱ京都のお寺とか神社はすごいなって思うですね。ルイと別にそんなアニメの話はせえへんもんな俺。あ、そうまあ最近何見てるとかそういうの、最近のやつとかこう進めたり、今なんかモブサイコ100知ってます？モブサイコ。知ってるんですか？モブサイコ100をあんなジャンルも見んの？自分もういろんなジャンル見るんで、モブサイコ100、そのワンワンパンマンの知ってます？ワンパンマンの作者が書いてるんですけど、めっちゃおもろい。それで自分が1年前ぐらいかなにハマったんですよ。ハマってめっちゃ見てて、それを今回おすすめしてあげたんですよ。おもろいでっつって見てみって言ったらもうドハマりしてずっと見てそうなんや。まだ途中までしか見てない。来世は他人がいいっていうアニメもおもろいです。それってじっくり見てる、もう完全に流し見みたいにしてる。まあ見ますよ、しっかり流しながらもあるけど、何かしながらとかもあるんですけど、基本的に内容は入ってるですね。標準のスピードの倍速？標準です同じ24時間？そうだからすごいね。移動とか多いですからね。まあそうやな。移動で見てること多いですね。でも自分マジ見るスピードは多分えげつない移です。動で結構見るっすね。2日とかで終わったりするカンドラとかもあれがすごい。カンドラの1話長いのに。長いね、2日とかで終わる。一気に見るもんな。いやもう止まらんっすあんな。例えば1話があかんやつあるやん。あるそんな面白くないやあるつ。それでもバッて見続ける。でも見続けるっす。でも最後まで行って面白くない時もあるんですよ。やっぱあるんですよ。当たり外れ絶対あるんですけど、でもそれでも見とくと、例えば誰かが見てた時の会話とかに入れたりするんですよ。それが結構自分確かに。大事っていうか幅広がるんで。確かに。特に選手たちはみんな移動の時見るから。そうそうですね。割とみんなでなんか共有し合ってるの多いですね。お前まだ見てないみたいなんで、みんなネタバレされるから。今そうやね、スポーツ系で言ったらブルーロックじゃないですか。ブルーロックシーズン2見てん。見てないですか？シーズン2おもろいっすよ。ほんまシーズン1より自分おもろいかもしれあ、ないほんま。見てないわ。ブルーロックとサッカーやったら青足やね。青足はめっちゃ教育的にいいと思うんです。NHK あ、そうなんや。がやってるのかなかなんかやってるんで、すごいなんていうんですかね、教育的な感じのアニメ。だからブルーロックとかみたいにガヤガヤしてないみたいな。でその間にリアリティショー見てん。リアリティも全部です今ラブトランジェットっていうの見てるんですよ。ああ、ラブトランジェットは元カノ元彼同士の集まりがそう新幹線でお前ラブイズブラインド見てへんやろ？ラブイズブラインは見てない。暗闇のやつやろ。暗闇っていうか、その相手の顔を見ずに声だけで喋る。最後まで見に行っ付き合うってなったら会う。アバウトタイムっていう映画があんねんけど、アバウトタイムの始まり方はそれやねん。相手の顔見えへんバーで仲良くなって、でそっから好きになっていくっていう映画やねんけど、映画もめっちゃ見てめっちゃ見てる。マーベル見てくださいよ。マーベル高橋さん見てる。ダンさん好きなんですか？た。僕全部見てるよ。あ、そうなんですか。マーベルは全部。知らなかった。一通り見てるよ。アベンジャーズ大好きなんですよ。マーベルの最初始まるときに「テンテテテテン
絶対あれな。ててててでもあれエンドゲーム、もうあれが好き。あれでもエンドゲームなってないですよね。音楽なってないですよね。音楽なし。その最初のマーベルってこうなんかカシャ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 ってこう赤いあれがこう出るじゃないですか。マーベルのな。こうあれがうわ今から始まるっていう。あとエンドクレジットがあるっていう。マーベルは全部見てる。マーベル全部っていうかマーベルもいっぱいあってその中のアベンジャーズがあるんですよ。アベンジャーズは言ったら日本代表なんです。マーベルヒーローズっていうのがあって、マーベルの中でもマーベル説明させて。だか分かりづらいよ。ら言ったら日本代表なんですよ。走り始めたからね今もだからもうそれぞれがもうどのチーム行ってもエースがもう主人公の集まりがアベンジャーズなんですけど、その下にそれぞれの主人公のがポン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 バーってあるんですよ。集まったらアベンジャーズ。集まったらアベンジャーズじゃなくてそのこのパンパンパン例えばスパイダーマンとかアイアンマンとかそこ日本代表じゃないの？だって日本代表ってやったらさ、日本代表でそれアベンジャーズが日本代表で石川祐希アイアンマン石川祐希がいて石川祐希の物語もあって高橋藍の物語も一つずつ映画があってそれが集結したのがアベンジャーズで日本代表でっていうのを言ったらよかったのにさ、なんかいきなりさ意味わからんやん。スパイダーマンはいじゃあ日本代もう表伝わったやろすいません語彙力ないんででもめっちゃおもろくてそれがその時系列が全部一緒なんですよ。なんで全部がそのなんていうかなつながってるっていうかその単体でも全然面白いんですけどその中でなんかなんて言えばいいの時系列は一緒じゃないですよね。時系列違う時系列は違うよ。違うその何じゃあ時代が一緒世界が一緒や。世界観が一緒世界は一緒。世界が一緒。時系列は別。そ見てるじゃん。う見てるこいつにわかす、こいつにわかす。もう全部めっちゃ見てるだからランに最初おすすめしたの自分ですから、そう確かに。でそのエンドゲームっていうのが3時間あるんですけどヒーロー映画で泣くなんて思わなかったですだってディズニーチャンネルとかさらにそれの細かいの見るそうそうそうディズニードラマあるチャンネルしか見えそない。れも見てるっすそれを見てる。それを見たんです。見てるっすすごい。俺も見てるっすだからぶっちゃけあれさディズニープラス入ってな厳しいっすよね見れよ。ドラマ見といた方がいいっすもんねつながりが分からない。間の話ですななんで見といた方がより全部のが分かるよっていうだから見てなくても単体でも全然面白いけどっていうのがマーベルの多分いいとこなんですけどその全部が終わってからエンドロールエンドクレジット。エンド1分ぐらいの最後バ後ですよーって全部音楽流れた後にあるんですあれがいいっすそこからこうまたストーリーが展開していく。大体続編の触りを見せて終わりよそれが好きっすでも2時間の映画何本見なかった30本以上っすよね無理や。全部見ようもんなら無理や。最後の配給や。おもろかったっすか配給面白かった。配給の話してください僕聞き役に回らんとちょっとまたワンピースっていくらでも話せるんですけどね。話して読んでんの？ネタバレせえへん。最新まであんまりロキ出てんの？ロキ出てへんのまだ。ワンもうお前マーベルのロキじゃなくて違うワンピースのロキ。映画のロッキー。エルバフまだ行ってへんやろ。エッグヘッドやろどうせ。エクエント出たぐらいもう終わってるまだ。全でも然。エッグヘッド出たとまだ見てんよ今もうエルバフ進んでんの。もうまだめっちゃいいてんやけどもうあいつがいてん。ね。やばいよなやばいっすよね。感動でしたよね。マジ泣いた感動いや多分大概の人みんな泣いたって言もうった人が多いあれマジ泣く。もう俺も泣いたもん。いやあれやばいっすよねや。ばかったもうコロナの時読みましたからねワンピース確かに家の漫画で読んでた。自粛の時にもういつ解除っていうか一番最初の時にもう何しようってなった時にワンピース読もうと思って家にランが好きやから全部揃ってたからでもいつその東京戻らなあかんか分からへんかったから早よ読まな思って100巻ぐらいあったよなあの時もあの時100ぐらいあったな。90巻以上あったんで読めーと思って1日でめっちゃ読んだずっと誰が好きチョッパ意外かわいい女子やねかわいないですかチョッパちょっと確かに可愛い。あんだけのキャラクターいや別にチョッパーをってそうわけじゃないけど100冊以上ある漫画読んでチョッパーが一番ってすごいなかなか聞かないですよね。じゃあ誰が好きなの一番俺ゾロシャンクス衛星。もうこのザ男って感じのもうこの3人やな。ジャンルが全部一緒ってなんかシャンクスとかのフィギュアとかあったもんな家にあったシ買ってた。ャンクスは知ってるうわもう一個の第一話読んでへんのみたいなもう一回読まじゃあ絶対この1巻の1ページ見てくれ知らずにワンピースは読めないっすよシャンクス映画にもなってますからね。来年はあれか鬼滅か映画。ああワンピースもやるんかな。どうなんやろ。やるかな。鬼滅は見た鬼滅はもちろん全部。鬼滅とキングダムかな今日最終回読んだで全然最近の読んでないんですよ。読んでない途中で終わってるさ
王毅が死んだ後っすよ。割と序盤結構序盤それもう映画やん。もう映画、シーンが映画のとこやん。あかんねんな、ちょっとに文字が多すぎてもう無理になってるワンピースの方が多いやろ。違う違う違う、ワンピースは多いけど、ああいう時代アニメって頑張れ。なんていうの、ほんまに字が多いんですよ。ワンピースより多いです絶対。隅々まで読むは隅々まで読みたい。自分バーいくっす。なんで全然覚えてないっす。ハンターハンターとか先気になりすぎて。ハンターそういうのが意外と逆なんや。ハンターハンター自分アニメうわ、で見たんでうわ気になる。もう寝れへん。うわ。す。だから自分もキングダムも今アニメで待ってるんです。意外とその読みづらいやつはもうアニメで待ってるんです。確かにまあ一番それがいいかも確かに、うん。でも今ポケポケハマってんすよ。やってます？やってんだよ今チームメイトもみんなやってて、でも自分ポケモン全然通ってきてなくて、何してたのと思って、なんかアンパンマンの指人形ばっかりやってた。なんかアニメでもルイはアニメ見てるイメージないっすわ、ちっちゃい子が。アニメとか全然なんかそうなんか興味あった。ドラえもんとかちびまる子ちゃんとかでも、国民的何々って言われてるやつやんうん。だからちびまる子ちゃんもちびまる子ちゃんもちょっと嫌でした。日曜の夜次の日学校やったし、ああもうこれ見終わったら明日学校やみたいな。まあそれ全然別にどうでもいい話なんですけど、いやいや大事な話でポケモン全然やってないけど、ランはなんかいつもなんか「道丸キャラメル誰もやっか」とかなんかずっと歌っとったし、自分もアニメちっちゃい子が好きなんでね。歌ってやってて、木曜の5時半から見てました。5時半から6時から。でポケモンカードでバレー始めてますからね最初ね。ああそうやったねだからポケポケの動画撮りたいんですよ。やろうや。対戦動画対決おもろそう自分もテレビ5体ぐらい持ってますからね。5体ぐらいすぐ課金。ポケモンはね、夢のあるものですから。でもあれカードじゃないですか昔は。ああ今こう今画面でやってるじゃないですか。であれ食らったりしたらこう自動であれやるじゃないですか。カードやったら別になんかあるんですよね。そういう計算するようなっていうかメモっとくような。じゃあそれもうあれで自分で案件。だからそれと思ってやってて、これ食らってこんなん絶対俺あと10残ってるってとか絶対喧嘩になるでしょ。ああそういうこと急でするキャラの名前覚えてない。誰が好きでした影山か。やっぱり影山好きな人あんまおらんぐらいですか。すごい結構おらん気がする影山。あ、そう。すごい影山か。ピンチサーバーの木下。すごいなんかあれやなへえ。木下か。今やからこそ今やからこそ今やからこそのやっぱベンチメンバーの支え縁の下すごいなと思って。菅原さんとか。だからもうレギュラーがない方ってこがやっぱりまあ今はまあその立場なんで共感する部分はありましたね。ペパとか通ってんの。エヴァはちょっと古いですか。残ってないでしょ酷な天使の聞きましたもん。だってと続けて来はりましたね。高橋洋子さんはい。どこに来た。ブルテオンと試合の時にあ始球式やってたかな。なんかセット感歌ってありました。すごかったです。そういうのは誰来てほしい。ホームゲームで。始球式かセットカードパフォーマンスか。始球式。でセット感のパフォーマンス見れないですからね基本。あれは聞こえてましたけど自分ら下がるんで。あ、なるほど。あそういうことじゃあ始球式にしよう。始球式か誰にワンオク。歌ってほしいが勝ってるやんなそれ。うん。サーブ打ってほしいよりも歌ってほしいやもんな。聞きたい。逆に始球式とかやりたいとかいう芸能人の方とか言いはるんですかね。そこは好き意な人外とバレエ好きな人とかあれ好きやったら一緒なんでしょ江口さん呼んであげたらいいよ。のりこさん。江口。だってあれ泣いてはりましたもんね。いや嬉しい。いやめちゃめちゃいい人じゃないですか。アンミカさんもめっちゃファンって皆さんマジもうファンでやってたからアンミカさんのカレンダーな毎日な家にある。家にあるもんなポジティブカレンダー。ポジティポジティブカレンダー毎日ポジティブななんか愚痴はポップに吐くって書いてました今日。愚痴はポップに。アンミカさんやなと思って。違うポップ吐くのはええけど吐くのはええけどポップに。めっちゃおもろいねめっちゃポジティブやん。顔間違えたじゃあその次ランプ食べてその違いを食レポして。はい目つぶって得意なんでどっち食ったか分かるから得意なんで食レポいただきます。ランプの方が赤身やん。うまっ。うんだからどっちかということっちの方がロースの方がちょっと油っぽい。脂身が多い。こっちの方が脂身が少ない。クイズみたいになってる当たり前のこと言うね。味は透き通るような美味しさ。ランプの方がうまいな。食レポ。ロース芯はうまいけどほぼ油っす。
ほぼ油です。結構油ない。結構ジューシー。赤身の方が歯ごたえしっかりしてですね。いや美味しそうっていう伝わり方してないっすわ、コメントが。ジュワーっとくるですこっちは。こっちはねしっかりしてる。ジュワーっとこない。こっちの方が人気あるやつ。赤身の方が絶対うまい。多分食べるタイミングタイミングもよか。最初に食ったらうまいんですよローシー。食レポの仕事来なさそうっすね。いやめっちゃむずい、あれすごいっすね。何類のオフ会しないんですかって聞いたの。来てたけど来てたんすか、オフ会やりたいですけどね、なかなかね。けどまあできるタイミングはありそうなシーズンオフやりたいですね。 YouTube の企画でそのまあ子供でもいいですけど行ってバレエ教えますとかがなんかもうあなたの夢叶えますみたいなのあるじゃないですか。そういうなんかあるかわかんないですけど、そういうなんかお返しをねやっぱりいやいいよねそんな見ていただいてる方にお返しをできればねいいなって思いますけど、なかなかね時間もあれですけど。将来あれやな、ラン類カップとかやりたいな。あいいね。それ試合ね組んであげて小学校集まってラン類カップで。そういうのいいですね。めっちゃいいやつだな。だって名前をランってつけてるのがめちゃめちゃ多くなってるんでしょ。らしいですね。あんま増えんといてほしいけど自分からしたらレア度なくなるし、ランとルー男でランってなかなかおらんし。めっちゃ呼びやすい名前として。伸びやすい。呼びやすい。名前いやし男の子でも女の子でも全然いける名前というか、ランね。なんなら海外の人とかでも使えるような感じで、めっちゃいい名前やと思う2人とも。一回全然赤ちゃんとかじゃないけど私高橋蘭なんですっていう人にもう免許証を見せられたもう本当なんですみたいな。珍しい。そうやな。同姓同名高橋は多いもんな。高橋はいっぱいいるんですけど蘭とルイ割と最近言われること多いですね。でもラン男でランですって言った人自分でやったことないわ。確かに男性で蘭って確かに女の人でラン私もランなんですっていう人はたまにいたりするんですよ。確かに確かに。あ、そうランって名前が入ってます漢字が入ってますっていう人はいたりするんです。確かにランっていいっすよね。なんか自分で今思ったっすわ。いやいい名前やで、ほんまにいい名前やで。昔から高橋君とか高橋さんってあんま呼ばれた。言われてないです。言われてないです。下で呼びやすい。絶対下っす。はい。で上で呼ばれたら違和感。でもいるっすよね、小学校で絶対名字で呼ばれるやつっているっすよね。いる絶対いるっすよね。でその名前のさ呼びやすさで比率があると思うんですよ。名字の方が呼びやすいか名確かに。前かで。2文字って大体名前で呼ばれません。やし2文字やったらあんまりあだ名とかもない。そうやな。それだけで十分縮まってるし、縮めようがないし。デザートはあ、食べたい。良いお年を。